インか本でも読んであげましょうか。Hello everybody, my name is Hirohisa Kokusho. I'm the director of Nighty Night, Midnight Nightmares. 20歳から21歳の時の大学生の時でした。専攻は映画ではなくて英文学でした。使ったのは8ミリフィルムとそのカメラです。コダックのスーパー8ではなくて富士フィルムのシングル8というタイプでした。映画業界を目指す学生、アマチュアが集まって作る自主映画、インディペンデントフィルムなので、資金は自分たちで作るしかありません。大学が終わるとアルバイトをして、お金を貯めました。トータルで100万円以上は優にかかっていたと思います。丸々1年は時間がかかりました。当時8ミリで撮影するホラー映画は難しいと言われていました。演出、演技、撮影、音響などあらゆる要素においてレベルが低くなってしまうので、真剣にやればやるほど全く怖くない、いやむしろ笑ってしまうようなコメディ映画になってしまうんです。あと当時優れたホラー映画が撮れれば、どんな映画でも撮れると言われていたので、映画監督を目指す自分にとってはチャレンジしてみたいと思いました。最初のコンセプトは、当時流行の残酷な場面だけが続くビデオや映画に、アンチテーゼ、アンチテイシスを投げかけることでした。先にストーリーがあって、そのために優れた特殊メイク、スペシャルメイクアップ、スペシャルエフェクトが使われるという作品を目指しました。最初にアイデアを思いついたのは、シンデレラで、当初はこれだけの映画を作るつもりでした。主人公のユミが涙をこぼしてそのままエンドクレジットに入りますが、その時の音楽もシンデレラのテーマが流れているのがその証拠です。シンデレラの脚本を書いている間に様々なタイプの恐怖を描きたくなり、当時公開されたトワイライトゾーン The Movie の影響も受け、オムニバス形式の映画になりました。監督が私一人で全てのエピソードを同時進行していたことです。準備から撮影まで、制作が大変だったことを覚えています。トワイライトゾーンではストーリーテラーの存在がいて、各エピソードの前に解説をし、話が独立しています。ナイティナイトではトワイライトゾーンとの差別化をしたかったこともあり、それぞれのエピソードがバラバラに独立せず、一本の映画としてつながりを持たせたいと、プロローグのアイデアを練りました。おやすみ、ユミちゃん。すべて主人公ユミという少女が見る悪夢で、観客もユミと同じ悪夢を見る。このアイデアはとても気に入っています。ちなみに少女が見る悪夢という設定は、私の大好きなホラー映画エルム街の悪夢 A Nightmare on Elm Street からヒントを得ました。はずみ、本音じゃなくてつい弾みで本音が出た。ようこそ、あなた何が言いたいの？裏じゃ何考えてんのか分かんないってこと。君がやったのか？こうやって責任をなすりつけようっていうの？あなただって笑って見てたじゃない。外見と心なんて違うの。真面目な顔してても本当は何考えてんのかなんて分かんない。バースデーカクテルは人間の怖さがテーマです。楽しくなるはずの場がふとした事故から登場人物は狂気じみてきて血みどろの空間へと変わっていく。一番怖いのは怪物ではなく人間。いや、人間は状況次第で恐ろしい怪物になりうる。そういう意味ではこのエピソードもサバイバルゲームと同じ怪物ものという見方ができます。すべてのエピソードの中でこれだけが特殊効果がなくて、その分基本的な演出、脚本や撮影技術だけで勝負しなければならなかったため、アマチュアで映画制作の基本ができていなかった自分にとっては一番難しいエピソードでした。プロローグのストーリーテラー、若杉民もそうなんですが、バースデーカクテルの出演者には
父親とその恋人を除いてアマチュアの舞台女優、男優にお願いをしました。自分が高校時代から演劇をやっていたこともあり、演劇的な怖さを目指したんです。カメラを固定して長回し、ロングテイクがあるのはそういう理由です。セリフもポストレコーディングではなくて、このエピソードのみ同時録音をしております。演劇的な要素を出そうと試みたんです。そして、高校生の時に見た映画、Dress to Kill。この映画にすごく影響を受けて、殺人鬼がナイフを持って近づいてくる恐怖を8ミリでトライしてみたかったです。第2話の窓の外、アウト・オブ・ザ・ウィンドウ。これはもともとストーリーなどありませんでした。死の世界へ誘惑する美女というコンセプトだけで作りました。Somewhere in Time という映画のラストシーンがイマジネーションを膨らませてくれました。現実の世界で結ばれなかった2人がついに死後に結ばれるという美しいハッピーエンディングを迎えるんですが、その映像は愛した美しい女性がすでに死んでいるんですけれども、遠くで手招きをしていて、主人公の男性が彼女にどんどんと近づいていて手をつないで終わります。この映像、美しくまたハッピーなんですけれども、死者が死の世界へ誘っているわけで、見方を変えれば少し怖いんですね。これで一つエピソードを作ったというわけです。短編映画、ショートストーリーの良さ、そして美しさの持つ幻想的な怖さを感じ取っていただければ、制作者としては嬉しいです。ちなみにちょっと出てくるテレビレポーターが当時の私です。正直ですね、クリーチャー造形やスペシャルメイクアップは全く知識も技術もなかったこと、そしてこの2つの技術は当時急激に進化しているところでしたので、専門のスタッフにもお願いをするしかありませんでした。ゴブリンを作った木屋太志郎、特殊メイクの浦野勝人はプロの現場で助手として働いている人物でした。ゴブリンのデザイン画は何度か描いてもらって、打ち合わせを重ねて造形を完成させました。スタッフキャストがゴブリンを初めて実物を見た時に皆衝撃を受けたことは忘れられません。撮影のたびに持ち運ぶには少々大きいので、ロケ場所になった主演松崎ゆかりのアパートに置いてほしいとお願いをしましたが、もう彼女がもう泣いちゃうほど怖がってしまい、説得するのが大変でした。それほどリアルで恐ろしい造形でした。ストップモーションアニメは、高校時代の自分の映画でもやっていたんですけれど、木屋太志郎の作ったこのゴブリンを自由自在に動かす力は自分たちにないと判断し、当時自主映画のストップモーションアニメで並ぶ者はいないと言われていた小杉和次にお願いをしました。気味の悪いゴブリンの動きがあのストップモーションアニメでよく表現されていると思います。シンデレラのストーリーを考えている時に、やはりエイリアンのようなクリーチャーが出てくる恐怖も描きたくなってエピソードを追加することにしました。それがサバイバルゲームです。どんなクリーチャーがいいか怖いかかなり悩みました。ちょうど脚本を書いてる時に部屋の隅っこで音がして何かの気配を感じたかで、そちらを見ると実は大きいゴキブリだったんですね。
そして深夜だったんですけれども、もうそのゴキブリを殺すまでそちらの部屋では眠れないと、もう数十分間殺虫剤を持ちながら格闘した思い出があります。そのしばしっこいゴキブリを追っかけていったらですね、不意にその時にですね、部屋にこんな感じでタオルを干してあったんですけれども、この干してあるタオルの、よりによって分かりますかね、このタオルとこのタオルのこの隙間の中に飛んで逃げていっちゃったんですよ。でもこれどうしようかと本当に悩みました。こうやってペラッとめくったら飛んでくるんじゃないかとか、もう本当に、顔面が、真っ青になったのを覚えています。で、この時の体験がサバイバルゲームの発想に実はなりました。この時のゴキブリには非常に感謝しております。小さくて素早い、人間をバカにしたように逃げまくる。台所で主人公がゴブリンを追っかける場面がありますが、ゴキブリがインスピレーションだったからです。ゴブリンが持つユーモアと悪賢さは映画グレムリンをヒントにしています。退治方法は自分でもどうしても思いつかなかったんで分からなかったんですが、口の中に武器を入れて爆発させるっていうのは数年後になって、上手だったっていうことを気がつきました。なんか無意識のうちにそのアイデアをなんか思いついたんですね。ゴブリンの顔を人間にしたのは映画「インベージョン・オブ・ザ・ボディ・スナッチャーズ」で登場した人間の頭部のついた犬、異物同士がついている恐怖っていうのを自分でも8ミリで挑戦してみたかったんです。もうやるなら思いっきりやろうと。人間の頭にカニのような甲殻類の体をつけてほしい、ちぐはぐに感じるぐらいで構わないからとクリーチャーデザイン担当の木屋太志郎にはお願いをしました。話ちょっと変わるんですけれども、もう一つ、まだ小学生ぐらいの時のことですが、テレビで推理ドラマクライムストーリーミステリーを見ていました。誘拐犯人から家族へ荷物が送られてきて、開けてみるとそれは人質の切り取られた腕だったんです。そんな場面があったんですが、もちろん昔のことなのでその腕は映像に映されなかったんですけれども、叫び声だけで、子供だった私はその心臓発作を起こしそうなほどドキドキして怖かったのを覚えています。主人公がプレゼントの箱をドキドキしながら開けるっていう場面はもうそれが大きなヒントになりました。箱を開けるとその中にまた箱が入っている。 YouTube では誕生日のビデオの中でよく見る、よくある笑える光景なんですが、実は日本ではあまり一般的ではありません。ではなんでそんな場面を作ったのか。子どもの頃の、私の自宅にロシアの民芸品マトリョーシカというものがあってよく遊んでいました。木の人型の人形の中に全く同じデザインで少しだけ小さいサイズの人形が中に入っています。そしてまたその中にさらに小さい同じデザインの人形が入っているわけです。大きいものはその分たくさんの人形が中に入っているわけなんですが、子どもの時は数が減っていたり増えていたらどうしようと考えてドキドキしながら遊んでいました。それをヒントにシーンを作りました。そして、映画の中に可愛いものがたくさん出てくるのは、一度安心感を与えてから恐怖心を与えようと考えてのことです。その一つの例としてサバイバルゲームではクライマックスで可愛いびっくり箱が登場します。普通びっくり箱っていうのは中に悪魔とか、それこそ私の嫌いなゴキブリとかが出てくるのがほとんどなんですが、脚本を書いた時に実際に可愛いキャラクターが顔を出すびっくり箱なんて売っているのか非常に不安でした。しかし幸運にも訪れたおもちゃ屋さんに理想的なものを見つけることができて非常に安心した記憶があります。ちなみにサバイバルゲームのラストでサバイバルゲーム2
が新たに始まるというアイデアは、スペシャルメイクアップエフェクトの浦野勝人によるものです。なお、このゲームはすでに解除できません。繰り返します。このゲームはすでに解除できません。シンデレラの着想は東海道四谷怪談という日本では有名なもう昔からある古典的なホラーストーリーです。The traditional famous Japanese ghost story。この現代版を目指しました。自分が子供の頃から自分のこの姿形にですね、顔にもそうなんですが、インフェリアリティコンプレックス、劣等感を持っていて、ルッキズムについて考えていたことも大きいです。この古い物語では、恨み、アンガー、リベンジがテーマの一つなんですけれども、代わりに悲しみ、sadness、sorrow、これを感じるホラー映画を考えました。よって最後のショットの主人公のユミが涙をポロッとこぼすシーン、もうこれこそがこのエピソードの全てだと思って作っていました。特殊メイクも大変で、メイク完成に数時間で、剥がす時もまた大変で、一度剥がすための薬が主演の涌井志保の目に入って大事故になりかけた時には正直焦りました。初めて失念だらけの映画で、照明に苦労しまくりました。ライトの当て方を間違うと光量が足りなかったり、変な影ができたりして、もう本当に苦労しました。そしてライトを使っても低感度フィルム、つまり粒子が細かいフィルムを使うことはできなくて、やむなくほとんどのフィルムが高感度フィルムを使うことになりました。粒子、グレインが荒くなって、画面がクリアでないのはそういう理由です。とにかく一生懸命でした。大学の勉強はほとんどせず、授業は聞かずに脚本を書いていました。大学が終わる夕方からは制作費を稼ぐためのパートタイムの仕事、土曜日日曜日に撮影をしていました。そして大学を卒業して映画業界に入れるか、そして入ったとしてずっと面白い作品を作り続けていけるかどうかという不安。今全く違う世界にいますが、無駄な経験にはなっていないと思います。今は映画を見るだけになってしまいましたが、正直なところ映画を作ることに対して少しだけ未練も残っています。私の映画作りの核は、コア、核は、子供の頃に読んだ、おとぎ話、フェアリーテイルズ、フォークロアだと気がつきました。映画創作のこの核であるおとぎ話をもっと勉強しないと一生映画作りは続けられないと思いました。そこで、大学院、に進んでイギリスの児童文学、特にファンタジーを専攻しました。それでも自分には才能がないと思ったこと、自主映画の仲間で自分より才能がある人が、プロになることを諦めてしまったことが映画制作から遠ざかった理由です。アキュパンクチュアリストとして医療の世界におります。アキュパンクチュアわかりますかね。こんな感じで、はい、テラピストです。マッサージもやってます。まず東京にいくつか自主映画が見られる小さな劇場があったのですが、その中でも一番大きくプロへの登竜門と言われる劇場で、試写をして、その劇場主催で公開することができました。その後名古屋、大阪でも公開、サバイバルゲームをコンクールに出品し第2位を取ったこともありました。プロデューサーの福本敦が映像業界にいたこともあり、ヴィクソンというビデオ会社からリリースすることが決まりました。アマチュアが作った8ミリ映画がビデオ販売されたのは後にも先にもナインティナイトだけだと思います。
ここからまた新たな展開があるかと思ったのですが、実際は残念ながら何も起こりませんでした。しかし、ビデオになったことで、今この時代に発掘されたのだと思います。余計な話なんですが、日本以外の国で話題になっていたとは、数ヶ月前まで全く知りませんでした。ああ、忘れてた。今日は哲也君の誕生日だったんだ。After you finished making the film, is there anything you regret that you should have done more of? 実はたくさんあります。いくつかちょっと、話させてください。エンドクレジットの後に実は夜明けの映像を入れたかったんです。その方が眠りに入るプロローグとうまく作品全体が組み立てられた気がします。ただ昔はエンドクレジットの後に小さいおまけの映像、を入れる作品っていうのはなかったので、違和感があると判断してやめてしまいました。サバイバルゲームについて、脚本では超近代的ハイテクビルの部屋、ハイテクノロジーアパートメントビルディングという設定でした。部屋をゴブリンが、ロックして部屋全部を管理してしまうっていう物語だったんですが、学生だったのでそんな部屋は撮影で借りられる普通のアパートになってしまいました。そして、カレンダーの、July 22nd のところに主人公のユミが丸印をつける、場面があるんですが、あれは完全にミステイクです。冒頭のプレゼントを開けている日、誕生日ですね。これを、July 22nd と脚本上では設定していて、本来ならば、このように、カレンダーが出てくるはずでした。つまり21日まではずっと終わった、この日は終わったということで斜め線が引っ張ってあって、22日にはマイバースデーと書いてあって、そして、ゴブリンとの戦いが終わって、夢からガバッと起きて、そして部屋がきれいになっていた、何もなかった、夢だったんだと気がついてカレンダーに行くシーンがあります。映画の中では、22日のとこに丸印つけてるんですが、じゃなくて、このように22日の私の誕生日は無事に終わったっていう意味で、ショットではこういう風にするはずだったんですけれども、はい、完全に間違いです。脚本では主人公ユミの恋人の写真をゴブリンが見ていて、その顔を持ったゴブリンが生まれるっていう設定でした。その顔に仰天するユミを撮りたかったんですけれども、そのアイデアを生かすことができなくて、残念に思っています。次はシンデレラでちょっと後悔していることです。シンデレラで顔が変形していって口が2つできてしまいます。そしてその実は新しくできた口が変形した顔を見られたくないっていう本心と全く別のこと、逆のこと、哲也 help me come to me っていうふうに言ってるんですね。はい、これもちょっと明確に描写したかったです。はい、開けないで、開けないで、来ないで、哲也お願い。もう全部まとめてなんですけれども、やっぱり映画学校に行っていればもっと分かりやすい映画になったかもしれないなと思います。基本的な映画の技術っていうのができてないので、ただ大学で映画を専攻していなかったからこそ、映画の勉強してなかったからこそ発想だけは自由だったと信じたいです。映画から離れた、私が言うのもおこがましいんですけれども、はい、ちょっとお話しさせていただきます。黒澤明監督が、監督になるためには脚本を書けるようにならないとダメだと言っていました。その言葉もあって私も脚本を、一生懸命考えて書きました。勉強もしました。そして、やはり黒澤が、
若手へのアドバイスとしてこんなことも言っています。今の若い人たちは小説を読まない。小説を読まなければダメだ。ナインティナイトを制作していた頃の自分は別に小説でなくとも映画をたくさん見ればいいじゃないかと思っていたんですけれども、数年経ってからその本当の意味が分かりました。登場人物がリアリティのあるものになって物語に厚み、重みが出てくるんですね。脚本はとても大切です。脚本が良ければそれを読んだキャストもスタッフもその彼らの持っている才能を想像以上に発揮し、素晴らしい映画ができますから。ナインティナイトの VHS がわずかな数でしたが販売され、一部のレンタル店にも出回った後、私は大学卒業の時期になり自主映画から離れ、映画作家であり続けるために児童文学を学ぶため大学院へ進学しました。ビデオの機材は時とともに次第に小さく便利になり、ビデオに変わるように、8ミリフィルムは製造・現像が終了しました。音楽もカセットテープから CD へ変わりました。ナインティナイトのフィルムも保存しておこうか迷ったんですが、すでに映写機もほぼ消え去ろうとしていました。映写機等専用のランプがなければ見ることはできません。しかしこの作品に関しては幸運にも VHS があるわけで、その形で保存ができればいいと思いました。日本は湿度が高いため VHS テープは保存状態が良くないと伸びてしまったりカビが生えたりします。そこで DVD に変換して処分してしまいました。セイブアースが作曲してくれた音楽もカセットテープだったため気がついた時には伸びてしまいました。映画撮影中の雰囲気を伝える写真を見たいという声をよく耳にするのですが、当時はスタッフも最小人数で行っていて、撮影担当者が常に現場にいるわけではありませんでした。今のようにスマホで何枚撮ってもお金がかからない時代と違って、フィルムと現像代がかかるので、撮影を最小限度にしていたということもあります。そして処分してしまった写真もありますが、それはもう未来にこの映画が再び注目される、しかも国外で、そんな時が来るとは思っていなかったというのが大きな理由です。当時は8ミリインディペンデントフィルムといえば、音楽は既存の音楽を載せていました。今みたいに著作権の問題も厳しくなかったので、しかしやはりそれは借り物に過ぎないですし、有名な映画音楽を使うとどうしてもその映画を連想してしまうという問題がありました。自主映画をよく見に来ていた人が作曲もするという、バンドをやっているということで、紹介してもらったのが、当時アマチュアのプログレッシブロックバンドとして活動していたセイブアースです。撮影前に彼らの演奏、作曲した曲を事前に聴かせてもらいましたが、プログロックの良さが理解できず、また果たしてナインティナイトに合うのかどうか不安でしたが、その時の私はどうしてもオリジナルの曲が欲しかったので仕方なくお願いをしたというところが正直なところです。打ち合わせは既存の映画音楽を入れた編集済みのナインティナイトを見せて、ここで盛り上がってとか、ここは物悲しいオルゴールの曲をイメージしてという指示を出しました。完成後に彼らから聞いたんですが、そんな要求通りに簡単に曲作れるわけねえだろう、そんなことができていたらすでにプロになってるよと思ってたらしいです。完成した曲を初めてテープで聴いた時、その完成度には本当に驚きました。テーマ曲はかっこいいし、幻想的だし、美しいし、可愛いし、もう私の要求をはるかに超えていました。そして映画作りでよくあることなんですが、実際にフィルムに音楽を載せると映画そのものがさらに数倍良くなります。そしてナインティナイトの時もそうでした。音楽にも大満足しています。What do you think about people almost 40 years later
rediscovering your film and appreciating it。もう本当に感謝の一言です。ここ日本では8ミリフィルム、映写機、VHS がなくなると同時に、ナイティナイトそのものも話題にされることすらなくなり、埋もれようとしていました。そんな作品を救ってくれた皆さんには感謝の気持ちしかありません。それを一番伝えたくて、そして、可能ならば恩返しがしたくてこのビデオを撮っています。ナイティナイトの感想についての、コメント、レビュー、もうネット上にポストされていて全て読んでいます。まさか外国の人たちがこの映画を見たいと思ってくださって、レビューまでポストしてくれているとはもう想像もしていませんでした。この映画に関わった多くのスタッフ、キャスト、そして応援してくれた当時の観客すべてが喜んでいると思います。特にこの映画が完全に消滅するところを、救ってくれて、映画のサブタイトルまで英語のサブタイトルまでつけてくれたエルサイルには何と言えばいいのかわからないことくらい感謝しています。この解説動画を撮ることを勧めてくれたのもエルサイルです。本当にありがとう。この動画を見ている皆さんの中にもし写真や音楽、オリジナルサウンドトラックミュージックをまだお持ちの方がいたら声をかけていただけると嬉しいです。レビューやコメントを読むと分かりますが、ありがたいことに世界中にそれを望んでいる人が少なからず存在しています。もしかすると私が過去の映画からインスピレーションを得てナイティナイトを作ったように、新たなインスピレーションをこのナイティナイトから得て若い人々が面白い映画を作ってくれるかもしれません。そうなればナイティナイトはさらに長く生き続けてくれることになると思うのです。作家としてそれは妨害の喜びです。ありがとうございました。